こちらでは、広報部会社員、ゆり、の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、恋はハッシュタグから。逆転ゴール最高。あの一体感こそ、サッカーの醍醐味。愛知県安城市の中小企業に勤める石井ゆり、27歳、広報部所属。彼女は会社の公式、SNS アカウントの運用を任されている。中でも特に力を入れているのは、地元サッカークラブ、名古屋グランパスを応援する投稿。もっとも、企業の広報として許されるのは、あくまでフォーマルで当たり障りのない内容だけだ。応援といっても、熱量を前面に出すことはできない。それが少し、もどかしかった。けれど、ハッシュタグ、グラ推しの民、あのボールダッシュ、惚れるしかない。とこれは、ゆりが個人で匿名運用しているアカウント、サッカー OL の投稿。こちらは完全に趣味、感情のまま、試合の感想や戦術分析、選手へのエールを自由に綴っている。はじめはただの自己満足。けれど気づけばフォロワーは5000人を超えていた。誰かに届いている実感がある。それが嬉しくて、更新する手が止まらなかった。ある日、一通の DM が届いた。いつもコメント、楽しみにしています。あなたの言葉に何度も勇気づけられました。たった一文なのに、胸の奥がふっと温かくなる。まるで、見えない誰かが画面の向こうでそっとうなずいてくれているような、そんな気がして、自然と微笑んでしまった。ありがとうございます。サッカー好き同士、これからも盛り上がりましょう。軽やかに返信すると、すぐに返事が来て、やりとりが始まった。送り主は H というアカウント名。最初は推し選手や試合の話が中心だったけど、次第に日常の話題も混じるようになってきた。この前の逆転ゴール、会社の同僚とめっちゃ語っちゃいました。ただ、上司は野球ファンなので、うるさい。野球の話もしろって笑われました。その文面を見た瞬間、ゆりの手がピタリと止まった。あれ？営業部の課長。確か、熱狂的なドラゴンズファンだったはず。よく、野球派こそ正義、なんて冗談を言っていたっけ。しかも、営業部にはサッカー好きも何人かいて、過去の飲み会で試合の話をしていた記憶がうっすらとある。まさかとは思うけど、もしかして H って原田さん？名前は出ていない。けれど、丁寧で落ち着いた文体、テンポのいい会話の流れ、どこか既視感があった。気のせいだと自分に言い聞かせたけれど、心の片隅に残った違和感は、なかなか消えてくれなかった。そして数日後、社内の合同会議で、広報と営業が顔を合わせる機会が訪れた。会議が終わり、資料を片付けていると、一人の男性がすっと歩み寄ってきた。営業の原田です。SNS、いつも拝見してます。で、一瞬、心臓が止まりそうになった。サッカー OL さんですよね。DM の文体でもしかしてって思ってたんです。でも今日、会議中に、サッカーの試合では展開力があるボランチがいると、試合全体のリズムが安定しますよね。仕事のチームも同じですって、あれ、あなたの投稿そのものでした。それで、確信しました。バレちゃいましたか。苦笑いしながら肩をすくめたけど、内心はもうパニック寸前。嘘、本当に原田さんだったの？まさか仮面の向こうの H が同じ会社の、しかもあの原田さんだったなんて。心臓がバクバクして呼吸が浅くなる。原田に対する印象は良い。いや、むしろ機会があれば距離を近づけてみたいとゆりが思っている男性だった。会社公式の広報投稿と違って、あなたの SNS は感情がこもってて、画面越しでもこの人本当にサッカーが好きなんだなって伝わってきました。ありがとうございます。社内では誰にも言ってなかったんですよ。じゃあ、一人目ってことですね。光栄です。そう言って差し出された手。ゆりは一瞬迷ってから、そっと握り返した。不思議。こんなにも温かくて、しっくりくるなんて。ほんの少しの会話なのに、心がふわっと軽くなる。胸の奥がじんわり熱くて、なんだか泣きそうだった。その週末、トヨタスタジアムの前で、
ゆりは一人、そわそわと落ち着かない気持ちで立っていた。緊張する、けど、楽しみすぎる。初めてのサッカー観戦デート。何度も鏡で髪型を確認し、いつもより少し明るめのリップを塗った。でも、服は応援に力を入れるためのユニフォーム。これだけは譲れない。そこへ、原田が現れた。いつものスーツ姿ではなく、赤いシャツにグランパスのキャップ姿。原田さん、似合ってますね。ありがとうございます。今日は気合い入れてきました。私もです。いつもより時間をかけて準備しました。お互いに笑い合う。その笑顔は妙に眩しく見えた。駅からスタジアムまでの道。テンポのいい会話が心地よくて、時間があっという間に過ぎていく。試合が始まると、ゴールのたびに自然とハイタッチ。歓声と熱気の中で何度も目が合い、その度に心が跳ねた。こんな風に誰かと試合を共有するの初めてかもしれない。そして、後半ラスタイム。劇的な逆転ゴールが決まった瞬間、声にならないまま、二人は見つめ合った。最高ですね。ほんと、最高。たったそれだけの言葉なのに、心が通じ合った気がした。帰り道、人混みに紛れながら、原田がふと口を開いた。今度は、サッカー抜きでも、どこか行きませんか？その言葉に、胸がキュッと締め付けられるように高鳴った。私も思ってた。少し照れながらうなずくと、原田は驚いたように目を丸くして、それから優しく笑った。この人となら、もっといろんなことを分かち合えるかもしれない。ハッシュタグが繋いでくれた恋。これからは、名前と声と眼差しで、少しずつ育てていけたらいい。そう思えた夜だった。今日はですね、ソーシャルメディア、特にそのハッシュタグがきっかけで始まる、ちょっと現代的な恋の物語を見ていきたいと思います。主人公は石江ゆりさん27歳。会社の広報部で公式 SNS を担当してるんですね。はい。で、それとは別に個人でサッカー OL っていう、匿名アカウントもやってると。はい。これが地元の名古屋グランパスへの熱い思いを綴るアカウントで、フォロワーがなんと5000人もいる人気なんですよ。ほう。会社の結構かっちりした発信とはだいぶ雰囲気が違いますよね。そこが面白いところですよね。その匿名のアカウントが単なる趣味の場所じゃなくて、彼女のなんていうか本音とか情熱を表現する、すごく大事な場所になってるっていう。会社の立場じゃ言えないようなその熱い分析とか、そういうのがそこにはあるわけですね。画面の向こうに共感してくれる誰かがいるっていう感覚、それがなんか彼女の支えというか喜びに。なるほど。で、ある日そんなゆりさんのアカウントにですね、H って名乗る人からダイレクトメッセージが届くんですよ。はいはい。いつもコメント楽しみに読んでます。あなたの言葉になんか何度も勇気づけられましたって。嬉しい言葉ですね。ここから2人のやり取りが始まるんですけど、最初は本当にサッカーの話ばっかりで、共通の話題ですからね。でもそれがだんだん日常のこととかそういう話にも広がっていく。なんかいい感じじゃないですか。そうですね。オンラインでのその共通の趣味から入って、少しずつパーソナルな領域に自然に入っていく感じ。現代の関係の始まり方の一つかもしれないですね。で、ある時ちょっとした転機が訪れるメッセージが来るんです。ほう。その H が会社の同僚と逆転ゴールの話でめちゃくちゃ盛り上がったんだけど、野球ファンの上司に笑われちゃってみたいな。なるほど。それを読んでゆりさんなんかピンとくるんですよ。自分の会社の営業部の課長がすっごい熱狂的なドラゴンズファンで、しかも営業部にサッカー好きがいたなって思い出すんです。つながってきましたね。これって偶然って思いますよね。いやー、ちょっとできすぎてる感じもしますよね。状況証拠というか。それに多分そのメッセージのなんていうか丁寧な言葉遣いとか会話のテンポとか、そういうのからもゆりさんの中でデジタルの向こうの H と現実の営業部の原田さんっていう人のイメージが重なってくるんでしょうね。もしかしていやでもみたいな、その疑念がだんだん確信に近づいていく。デジタルの断片的な情報が現実の人物を形作っていくっていうのは面白いですよね。本当。そしてその数日後ですよ。ついに現実世界で接点が。
お、社内会議があって、その後に営業部のまさにその原田さんがゆりさんに近づいてきて、営業の原田です。SNS いつも見てます。サッカー OL さんですよねって。うわー、言われた。もう確信犯ですよねこれ。まあバレたっていうか、むしろ原田さんの方もある程度確信があったんでしょうね。そうですよね。決め手はその会議でのゆりさんの発言、それがもうまんまサッカー OL の投稿内容だったと。なるほど。オンラインでの熱い言葉がフィルターなしにそのまま彼女自身の意見として出ていた。だから原田さんはこの人本当にサッカー好きなんだなって SNS を通して彼女の本質みたいなものを感じ取ってたんでしょうね。いやーすごい。匿名性が逆にその人の本質を使える、なんかそういう媒介になることもあるのかもしれないですね。ここちょっとドキドキしますよね。オンラインの自分と現実の自分がカチッと一致した瞬間というか。まさに。で2人はついにトヨタスタジアムで初デートですよ。おー、いいですね。ゴールが決まったらもう自然にハイタッチしちゃって、で劇的な逆転ゴールの瞬間はもう言葉もなく見つめ合っちゃうみたいな。それはもうオンラインの軽快な言葉のやり取りだけじゃなくて、リアルなこの共有体験、それがぐっと関係性を深める感じがすごく伝わってきます。デジタルで育んできたその共感みたいなものがスタジアムっていう、リアルな空間での興奮とか感動とか、そういう強い感情を共有することで一気に揺るぎないつながりに変わっていく、オンラインの分かるっていうのが隣にいる相手との今同じ気持ちだねっていうその共鳴に変わる瞬間、これが関係を決定的にするんでしょうね。そしてデートの帰り道ですよ。原田さんから今度はサッカー抜きでもどこか行きませんかって。おー、いいですね。ゆりさんも私も同じことを考えてましたって。ハッシュタグっていうデジタルの点と点がつながって線になって、これからはちゃんと顔と声とその眼差しでもっと太い関係になっていくんだろうなっていう、なんか希望を感じさせる終わり方ですよね。本当にこの物語が示してるのは、オンラインでの自己表現とか人とのつながりっていうのがなんか予想もしない形で現実の人間関係とか人生そのものを豊かにしていく可能性があるってことですよね。匿名で発信していたその情熱みたいなものが巡り巡って自分自身の新しい出会いとかもっと深い自己理解とかにつながっていく。デジタルとリアルってなんか断絶してるようで実はすごく影響し合ってるんだなと。なるほどな。さてこれを聞いてくださっているあなたにですね、最後にちょっと考えてみてほしいことがあるんです。あなたがオンラインで特に好きなことについて発信したり誰かと交流したりしていることってあると思うんですけど、それがもしかしたら自分で気づかないうちにあなたの現実世界での人とのつながり方とか、あるいはあなた自身の見方とかにどんな影響を与えている可能性があるのかなって、ちょっと立ち止まって考えてみると何か新しい発見があるかもしれませんよ。最後まで聞いていただきありがとうございます。ゆりのプロフィールはこちらです。27歳、広報の仕事をしている会社員です。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。